悪魔ロックスが正式に登場。バーソロミュー・クマがエリス星を救出成功。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1164話が公開されました。タイトルはデイビーの地です。扉へリクエスト、時計を持ったウサギを追いかけているベローナ、ペンネーム、東雲止まり。この話の展開は前話に続き、ロックスがイムの黒天支配に襲われるが、なおも抵抗している。他の5人の強者は非常に驚き、ロジャーはなぜ攻撃があの雲に効かないのかといぶかしむ。しぶといな。ぜえぜえ、人間をなめんな怪物。デイビー・D・ジョーンズこそがかつての世界の王の名だ。抜かせ。ロックスは黒天支配に抵抗し、言葉イムに対抗し続ける。これらのセリフは非常に重要だが、一部が隠されている。お前はずっと恐れてたんだろ？デイビーの意志が受け継がれ、いつか約束を果たしに来ることを。どっちが怖い？デイビー・D・ジョーンズ。ジョイボーイ。夢を見るな。あんな奴らはもう二度と現れぬ。主屋さえ消えればな。ワンピースの物語の最も革新的な3つの手がかりの一つ、受け継がれる意志がここでテーマとして示される。イムは全ての人を殺せば阻止できると考えていたが、その意志は確かに絶えず受け継がれてきた。イムがハラルドに手を出すと脅すと、ロックスは突然激高し、イムに対してハラルドに手を出すなと罵る。巨人族か？バカ野郎。ハラルドには手出すな。あいつら平和を望んでんだ。だがイムは表示する。そうとも。かつてないチャンス。核も操りやすい王は二度と現れまい。イムが力を込める。ロックスは悲鳴を上げながら徐々に悪魔化し、上から落ちてくる。ロックスはもはやリンリンの呼びかけに応じることができず、頭の中で自身の意識が消えていき、最後には完全に悪魔と化した。イムは彼にデイビー一族を自らの手で滅ぼし、ゴッドバレーに関わるすべてのものを殺すよう命じる。ロックスは立ち上がり、黒い両翼を生やし、体も大きくなり、意識はすでに支配されていた。どけ、お前ら。歴史から消すべき地がある。ロックスは突然飛び上がり、両手で剣を構えカイドウの竜の口に突き刺す。カイドウが驚いている間に、カイドウは不意をつかれ、ロックスの左の拳で地面に強く叩きつけられ、竜全体が大地に激突し、カイドウは舌を出すほど打ちのめされた。リンリンはロックスが仲間に手を出すのを見て、怒って突進してくるが、同様に一撃で吹き飛ばされる。次はニューゲートだ。ロックスは直接攻撃を仕掛け、ニューゲートは肘でグラグラの実の力を発動させ、2つの怪力が激しく衝突し、ゴッドバレーの三方の1つを崩壊させた。これは古代兵器に匹敵する威力だ。場面は各勢力に切り替わり、みんなが緊急避難している。この一撃の後、ニューゲートの状況は描かれていない。場面は海岸の海軍艦隊へ。天竜人が慌てふためき、這うように逃げている。ロジャー海賊団は島の南西に撤退し、レイリーは芍薬を抱きながらロジャーを心配している。ロジャー海賊団は大量の財宝を運び去ったが、その中の一つの宝箱から睡眠を象徴するグーグーが出ており、その中にはおそらくシャンクスがいるのだろう。場面は未来の革命軍三巨頭へ。ドラゴンはシャンクスを見失い落ち込んでおり、その様子は後のシャボンディ諸島で仲間を救えなかったルフィと非常によく似ている。一方、バーソロミュー・クマは傷ついた体を引きずりながらも、まだ人を助けに行こうと主張し、イワンコフとジニーが彼を説得している。しかし、バーソロミュー・クマ浜田救える命があるかもしれないと感じ、そこで走り去るエリス星を目撃する。場面はロックス海賊団へ移り、ジョンとガンズイは内戦で重傷を負い、シキが勝ち組となって宝を持ち去った。悪魔ロックスがエリス星に追いつき、エリスは彼のその姿を見て非常に悲しんでいる。ここのセリフも意味深長だ。ジーベック。その姿負けたのね。ごめんね。助けるためにあいつに会うの、まだ早かったよね、ティーチ。海へ飛ぼう。泳ぐしかない。デイビーの血は絶やさせない。生きるよ。何が何でも。海岸に脱走者あり。ロックスが海岸まで追撃し、同時に軍艦から一斉に砲弾が放たれ、エリス星は絶体絶命の窮地に陥る。危機一髪のところでバーソロミュー・クマが現れ、まず2人を引き飛ばし、最後の瞬間に自分自身も引き飛ばした。ロックスの一剣は空を切り、軍艦を2つに切り裂き、海岸も爆発で破壊され、現場は混乱を極めた。
イムはこの光景を遠くから見ており、ロックスが全てのデイビー一族を殲滅したと思い込み、ロックスに島の全ての生命の灯火を消すよう命じた。ガープのそばの海兵は彼に早く撤退するよう促し、ロジャーの仲間も船長の安否を気遣っているが、2人はすぐに去る気はなく、仲間に先に行くよう告げるだけだった。ロックスが島で海賊たちを狂ったように虐殺している。その時、ロジャーとガープは深呼吸し、一斉に叫んだ、出てこい、ロックス。これによりロックスの注意を引き、攻撃を自分たちに向けさせることに成功した。なんて姿になっちまったんだ。お前に仲間を狙われちゃかなわねえ。二人は肩を並べて悪魔に立ち向かい、その気迫は並外れている。突然、彼らの脳内にロックスの心の声が響いた。ロジャー、ガープ、頼む、俺を殺してくれ。ロックスは苦痛に涙を流す。この心の声の力は非常に特殊で、かつてルフィがワノ国で海に落ちた時に発した声のように重要な伏線となっている。この話の最後、ロックスはガープとロジャーに襲いかかり、最終決戦がここに幕を開ける。編集コメント、ゴッドバレー事件、佳境。誰も気づかなかったのだろうか。ガープは何度も死罪に値する罪を犯し、イムに直接手を下したことさえあった。しかし、なぜ彼は海軍に無事でいられるのか。イムもまた、ガープを処刑しようとは一度も考えたことがなかった。ワンピースの最新話で、6人の伝説的な戦力がイムを共同で包囲攻撃し、海軍のガープもその中に加わっていた。彼は覇気をまとった拳を直接神の顔に叩きつけ、後に蜂の巣を破壊したげんこつ衝突を使用した。世界を支配するイムを知らなかったといえば、まだ理解できるかもしれないが、イム傘下の五老星には会ったことがあるはずだ。当時、海軍もガープにその怪物がサターン星であることを注意したが、ガープの目には指導者への畏敬の念はなく、戦闘への渇望しかなかった。そのため、サターン星の顔にあるあの傷跡は、ゴッドバレーでガープの強烈な一撃によって残された可能性が高い。この出来事は五老星から見れば無本同然であったが、イムは事後にガープを追求しなかったばかりか、ロックスを打ち破った功績をすべて彼に帰した。それだけではない。日常的にガープは天龍人を公然と罵り、その息子と孫も天龍人に手を出したことがある。一人は世界政府に反抗する革命軍のリーダーとなり、もう一人はヨンスベロギになった。祖父、父、この三代の関係は新世界では誰もが知るところだ。理屈から言えば、これらの事柄はどれか一つを取り上げるだけで、ガープを死罪にするには十分だ。しかし、海軍は彼に何の処罰も下さなかっただけでなく、逆に総帥コングは何度も彼を昇進させようとした。現在最も合理的な説明は、ガープの存在は弊害をはるかに上回る利点があり、イムが海賊を威圧するためにこのような戦力を残しておく必要があるということだ。さらに、ゴッドバレー事件では、海軍の精神的支柱となる英雄を祭り上げる必要もあった。さらに、イムは800年生きており、不老不死の者にとって、世の強者たちは川を渡る船のように数多く、取るに足らない存在に過ぎない。寿命が100年にも満たないガープごときに、彼女がいちいち気にかけるだろうか。自身の支配を脅かさず、歴史の真相に触れない限り、イムはガープやヨンスベロギなどの行動を全く意に介さないだろう。彼女は常に自身以外の人間をありのように見なしている。かつてロックスが花の間に侵入した際も、イムは最初、その場で彼を殺さなかった。ロックスが知る真相がますます多くなるにつれて、彼女は自ら手を下すことを選んだのだ。したがって、この世界がイムの手に掌握されている限り、他の者がどれだけ騒ごうと、彼女は気にも留めないのである。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。